今日は少し重い話をします。去年の同じ時期と比べて投資詐欺の被害額が269億円近く増えました。警察庁が公表している令和8年2月末時点の暫定値です。特殊詐欺全体の被害額は593億8000万円に達しています。これは過去最悪のペースです。中でも大きな割合を占めているのが SNS やアプリを入り口にした SNS 型投資詐欺です。狙われているのは決して迂闊な人ではありません。お金と自由の航路へようこそ。船長です。今日はこの数字の裏側にある心理の仕組みについてお話しします。前提として結論は人によって変わります。今日は初心者がつまずきやすいポイントに絞って話します。なぜ堅実に生きてきた人ほど詐欺のターゲットになってしまうのか。その理由と具体的な対策を私なりに整理してお伝えします。最後まで聞いていただければ今日から実践できる5つの防衛ルールと万が一の時の対処法まで手に入れていただけます。多くの方はこう思っています。自分は大丈夫。そんな怪しい話には引っかからない。テレビでニュースになっている高齢者を狙う詐欺とは自分は違う人間だと。ところが警察庁の最新データを見るとこの思い込みこそが一番の入り口になっていることがわかります。被害者の年齢層を見ると50代60代の被害が目立ちます。これは偶然ではありません。毎日真面目に働き毎日家計をやりくりしてきたそんな方々が狙われているのです。判断力が衰えたからではなくむしろ逆だと私は考えています。コツコツ貯めてきたお金があり老後への漠然とした不安があり人を疑うことに慣れていないその真面目さそのものが狙われる理由になっているのです。知識や資産があるかどうかとは別の話として心の仕組みを知っておく必要があります。これまでの詐欺は電話や訪問といった対面に近い形が中心でした。しかし2026年の今投資詐欺の主戦場は SNS へ移っています。実際に会うことも声を直接聞くこともなく画面の向こうの言葉だけで信頼関係が作られていく。これが被害額が急増している大きな理由の一つです。1件あたりの被害額も決して小さくありません。数十万円で済むケースもあれば退職金や老後資金のほとんどをつぎ込んでしまうケースもあります。段階的に金額を引き上げていく手口のため気づいた時には取り返しのつかない金額になっている。そんな相談が後を絶ちません。ここでよくある疑問にもお答えしておきます。本当に儲かっている人もいるのでは。そう感じる方もいるかもしれません。確かに健全な投資で資産を増やしている方はたくさんいます。ただしそれは時間をかけて地道に積み上げた結果です。短期間で大きく増えたという話ほど一度立ち止まって中身を確認する価値があります。新NISAや公的な年金の仕組みなど私たちが普段お話ししている内容はすべて公的な機関や金融庁に登録された業者を通じて利用できるものばかりです。仕組みがわかりやすく必要な時にいつでも確認できるそうした透明性こそが安心して長く続けられる投資の大切な条件だと私は考えています。正直に告白すると私自身も若い頃個別株投資をしていた時期があります。投資していた会社が上場廃止になったり経営が立ち行かなくなったこともありました。あの時感じた早く取り返したいという焦り、それこそが詐欺師が最も狙う感情です。お金を失ったと感じた瞬間から人の判断力は驚くほど鈍ります。冷静に考えればわかることも焦りの中では見えなくなるのです。この経験がきっかけで個別株から距離を置きインデックス投資に軸足を移しました。 A さんの話を例に挙げます。 A さんは60代地方で堅実に暮らしてきた方です。定年後時間に少し余裕ができスマートフォンでニュースや SNS を見る時間が以前より増えていたそうです。
そんな生活の延長線上で、今回の出来事は起こりました。ある日、SNS で見かけた、経済評論家らしき人物の投稿から、投資家グループを名乗る、メッセージアプリの案内に進みました。最初は少額から試せると書かれていて、グループの中には、すでに数百人が参加しているように見えました。毎日のように利益報告が投稿され、他の参加者も喜んでいるように見えました。A さんも一度だけ、少額を入金してみることにしました。そこから数週間、少しずつ金額を増やすよう勧められ、表示上の残高はどんどん増えていきました。アプリの画面には、毎日プラスの数字が並び、これなら大丈夫だと安心してしまったといいます。いざ出金しようとしたその瞬間、手数料や税金という名目で、さらなる入金を求められました。それでもおかしいと感じ、一度立ち止まって、息子さんに相談したことが、被害を最小限に食い止めました。幸い、A さんは大きな被害には至りませんでしたが、一歩間違えれば、老後資金の大部分を失うところだったといいます。この話には、2026年に急増している、新しい手口の特徴が詰まっています。落ち着いて整理してみましょう。そもそも、なぜ今、これほど手口が巧妙になったのでしょうか。背景にあるのは、画像や動画を作る技術が、誰でも簡単に使えるようになったことです。数年前までは、専門的な知識がなければ、偽の動画や偽のサイトを作ることは困難でした。しかし今は、無料や低価格のツールを使えば、誰でも本物らしい映像や文章を短時間で作れてしまいます。詐欺の道具そのものが急速に進化しているのです。だからこそ、私たち視聴者の側も知識をアップデートし続ける必要があります。一つ目は、著名人になりすました広告です。実在する経済評論家や企業経営者の顔や名前を無断で使い、本人が推奨しているかのように見せかけます。最近では AI 技術を使って本人そっくりの声や動画を作り出すなりすまし動画まで登場しています。本物の講演映像から声を学習させ、まるで本人が語っているかのように儲け話を進めてくる手口です。広告として表示されるため、一見公式な情報のように感じてしまいます。見分け方のポイントもお伝えします。口の動きと声が微妙にずれていないか、本人の公式チャンネルや公式サイトに同じ告知が本当に載っているか、再生数や登録者数の割にコメント欄が不自然に少なくないか、こうした点を確認するだけでも違和感に気づける可能性が高まります。2つ目は、非公開グループへの誘導です。SNS の投稿からメッセージアプリの個別グループへと誘導されるケースが増えています。公式なやり取りに見せかけながら、実際には外部の目が届かない場所で心理的な圧力をかけてきます。3つ目は、偽の利益報告です。グループ内で他の参加者を装ったアカウントが儲かったという報告を次々と投稿します。自分だけが乗り遅れているのではないか。そんな焦りを生み出すのが狙いです。これは行動経済学でいう社会的証明という仕組みを悪用したものです。周りの人がやっているなら安全に違いないとつい思い込んでしまう心理です。4つ目は、出金時の名目後付けです。最初は自由に出金できるように見せかけ、まとまった金額になった頃に手数料や税金といったもっともらしい名目でさらなる入金を求めてきます。ここで一度支払ってしまうと、それまで払った分を取り戻したいという心理がさらに働き、被害が雪だるま式に膨らんでいきます。5つ目は、家族や友人からの孤立です。この話は誰にも言わないでください。そう言われた時点で見過ごせないサインだと考えてください。本当に健全な金融商品であれば、人に話すことを止められる理由はどこにもないはずです。詐欺師はあなたを孤立させることで、第三者からの冷静な指摘を遠ざけようとしているのです。役職定年や定年を迎えると、
仕事を通じたつながりが少しずつ減っていきます。話を聞いてくれる相手がいない時期ほど、親身なメッセージに心を許しやすくなるものです。これは弱さではなく、誰にでも起こり得る自然な変化です。だからこそ、意識して家族以外にも相談できる相手や趣味を通じたつながりを持っておくことが、遠回りに見えて一番の防衛になります。利用されるプラットフォームも一つに限りません。動画広告から入るケースもあれば、知らない相手からの友達申請やメッセージから少しずつ会話が始まるケースもあります。はじめは投資とは関係のない世間話や相談から入り、時間をかけて信頼を築いてから投資の話を切り出してくる、そんな手の込んだパターンも2026年は目立っています。この5つの手口には共通する心理の型があります。権威という言葉を借りて信頼させ、希少性という言葉で焦らせ、社会的証明で安心させ、そして最後に孤立させる。順番に一つずつ積み重ねていくことで、普段なら疑うはずの話にも違和感を覚えにくくなっていくのです。恋愛感情を利用したいわゆるロマンス詐欺と投資話が組み合わされるケースも2026年は増えています。親身に話を聞いてくれる相手だからこそつい信じてしまうという別の角度からの手口も存在します。ここまで聞いて自分には関係のない話だと思えなくなってきたのではないでしょうか。知識があるかどうかより、その瞬間の心の動きが全てを左右するのがこの手の詐欺の恐ろしいところです。だからこそ事前に型として防衛のルールを知っておくことが何より効果的な備えになります。ではどうすればこの手口から自分を守れるのでしょうか。ここからは私が実践している具体的な防衛の黄金ルールを5つお伝えします。1つ目、知らない相手からの投資の誘いには最初から乗らないと決めておくことです。儲け話は向こうから近づいてくるものではなく、自分で調べて選ぶものだという原則を崩さないようにしています。SNS の広告や知らないアカウントからのダイレクトメッセージは基本的に無視するくらいでちょうどいいのです。2つ目、利回りの数字だけで判断しないことです。月に何%という言葉が出た時点で一度立ち止まる習慣をつけています。新NISAで積み立てている指数連動型の投資信託でも年間のリターンを良い年で1割前後というのが現実的な水準です。歴史的に見れば健全な投資のリターンには一定の範囲があります。それを大きく超える話には裏があると考えた方が安全です。元本保証という言葉が出てきたらそれこそが最大の警告サインです。投資に保証されたリターンはないというのが金融の世界の大原則だからです。今だけの特別枠です。紹介者経由でしか参加できません。VIP 限定のクローズド案件です。こうした誘い文句が並んだ時ほど一度深呼吸をして距離を置いてみてください。3つ目、出金できるかどうかを入金する前に確認する癖をつけることです。本当に信頼できる金融機関であれば出金の条件は最初からはっきりしています。また勧誘してきた相手が金融庁に登録された業者かどうか公式サイトで確認することもできます。金融庁のサイトには登録を受けた業者の一覧が無料で公開されており、誰でも検索することができます。名前を検索して出てこない相手であればその時点でかなり怪しいと考えて構いません。これだけで防げる被害は少なくありません。数分の確認を面倒がらないことが何百万円もの被害を防ぐことにつながります。4つ目、誰にも言わないでという言葉が出た瞬間にその話自体を疑うことです。本当に良い話であれば家族や第三者に相談されても困ることは何もないはずです。これは特別な情報だから内緒にしてほしい。そう言われて悪い気はしないものですが、特別扱いされている気分こそが相手の思うツボだと考えてください。本当に価値のある情報や商品は
隠さなくてもその価値は伝わります。5つ目、判断に迷った時は一人で抱え込まず、配偶者や子供、あるいは公的な相談窓口に話してみることで、消費生活センターなど無料で相談できる窓口があります。恥ずかしいことでは決してありません。誰にでも起こり得ることだからです。A さんのケースのように、早めに家族へ相談できたかどうかが、被害の大きさを分けています。今日できる小さな一歩として、家族の間で合言葉を決めておくのも有効な方法です。お金に関わる大きな決断をする前には、必ず一度お互いに話す。そんなシンプルな約束事だけでも、いざという時の歯止めになります。ここでもう一つ大切なことをお伝えします。もし、すでに振り込んでしまった後だったら、どうすればいいのでしょうか。まず大切なのは、自分を責めすぎないことです。これだけ被害が急増しているのは、それだけ手口が巧妙になっている証拠でもあります。できるだけ早く、振込先の金融機関に連絡し、振込詐欺救済法に基づく、口座凍結の手続きを相談してください。同時に、警察相談専用電話9110番や、最寄りの警察署にも連絡し、記録を残しておくことが重要です。消費者ホットライン188番でも、今後の対応についての相談ができます。早ければ早いほど、資金が引き出される前に、凍結できる可能性が高まります。やり取りに使ったアプリの画面や、振込明細は消してしまわずに、そのまま保存しておいてください。後の手続きで重要な証拠になります。一人で抱え込まず、今日お伝えした窓口にすぐに連絡してください。ここで私自身の話も正直にさせてください。私自身は投資の話を持ちかけられて、危うく騙されかけたという経験はありません。ただ、テレビのニュースで SNS をきっかけに投資話を持ちかけられ、参加するためのサポート料金を求められる、そういう詐欺の実例を見たときは、正直、驚きました。まさか、こんな話に、本当に引っかかってしまう人がいるのか。最初はそう思いました。けれど調べていくうちに、これは他人事では済まされないと感じました。誰であっても、状況とタイミングが重なれば、同じように判断を誤る可能性がある。そう考えを改めたのです。ここで少し、私自身の暮らし方の話もさせてください。私は今の車に10年以上乗っています。見栄のためにお金を使うことはしませんが、本当に価値があると思うものには、きちんとお金を払うようにしています。この線引きがあるからこそ、うますぎる話に対しては、むしろ警戒心が働くようになりました。倹約家であることと、騙されやすいことは、全く別の話だと私は考えています。もう一つ、大切な視点があります。それは、退職金や積み立ての出口を、どう考えているかということです。まとまったお金が動くタイミングこそ、詐欺師が最も狙う瞬間です。だからこそ、私は、資産を取り崩す時のルールを、あらかじめ決めています。例えば、年に 4% 程度を目安に、生活費に充てていくという考え方です。出口の計画がしっかりしていれば、急に舞い込んできた儲け話に、心が揺れることも少なくなります。逆に言えば、出口の設計が曖昧な人ほど、まとまったお金の使い道に迷い、甘い話につけ込まれやすくなるのです。子供との関係についても、一つ触れておきます。私は子供に対して、資産の状況を細かく話しすぎないようにしていますが、何かおかしいと感じたときには、すぐに相談できる関係だけは、大切に保つようにしています。過干渉にならない距離感と、いざという時に頼れる距離感は、両立できるものだと感じています。もう一つ、私がお伝えしたいことがあります。それは、退屈な投資こそが、実は最強の防衛策だということです。新NISAで指数に連動する投資信託を淡々と積み立てる。そのやり方は確かに地味です。月に何十%も増えるという派手な話とは対極にあります。
けれど、仕組みが単純で、毎月同じ金額を積み立てるだけだからこそ、甘い儲け話が入り込む余地がありません。退屈さは、防御力そのものでもあるのです。派手な話にときめかなくなったとき、それは投資家として、一段成長した証拠だと、私は考えています。お金は、自由を選ぶための道具です。これまで何十年もかけて、コツコツ積み上げてきた資産は、いつか心地よく使うための大切な準備でもあります。それが、たった一度の判断ミスで、失われてしまうことほど悲しいことはありません。暴落はいつか回復する一時的な出来事ですが、詐欺で失ったお金は基本的に戻ってきません。だからこそ、資産形成と同じくらい、資産を守るという視点を、今日から意識していただきたいのです。今日お伝えした内容を最後に3つでまとめます。1つ目、狙われるのは迂闊な人ではなく、真面目にコツコツ食べてきた人です。2つ目、著名人のなりすまし、非公開グループへの誘導、偽の利益報告、出勤時の名目語付け、そして孤立化。この5つのサインを覚えておいてください。3つ目、判断に迷ったら、一人で抱え込まず、家族や公的な窓口に相談することです。去年より269億円多く、誰かの老後資金が、この1年で失われました。その中に、あなたや、あなたの大切な人が含まれないようにするために、もし今日の話を聞いて、思い当たることがあった方、どうか一人で抱え込まないでください。そして、周りに50代、60代のご家族や、ご友人がいる方は、今日の内容をさりげなく共有していただけたらと思います。その一言が誰かの老後資金を守ることにつながるかもしれません。コツコツ積み上げてきた資産、安心して自由に使えるようにすること、それこそがこのチャンネルが一番大切にしていることです。今日の話が少しでもお役に立てば嬉しく思います。焦らず、慌てず、一人で決めない。この3つを心のどこかに留めておいてください。もしこの動画が参考になったら高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。